この動画では先日行われましたボクシング生配信の番外編、次世代のスター候補尾崎優雅選手の試合を中島健さんの解説付きで振り返っていきたいと思います。中島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回は久しぶりの解説だったということですが、いかがですか？そうですね、選手の動きをよく見て、次にどのパンチを狙っているのか、それを注目してましたね。はい。非常に見どころたっぷり KO も多く生まれた興行でしたけれども、今日はその中でどんな技術があったのか、中島さんと早速見ていきたいと思います。おー、いいカウンター。これね、もう一回このタイミングがね思わず受け取って、そうそう、これね、はい、マニアックまず一つ目、はい、距離の支配者。距離の支配者。スイッチしながらポジションを変えてやってるんですけど、この動きなかなかできる選手いないんで、うまいです、うまいですよ、この選手。このシーン、ジャブ出しながらサイドステップ。そうそう、左に回って、本来サウスポーは右に回るのが、セオリーなんですけど、そうですね。あえて左に回ってガードしながら右のボディとかを打つっていう、序盤から、はい、自分の当てたいパンチ、はい、これは右のフックなんですけど、はい、これを狙ってますよね。わずかな隙間を打って、上下にアッパー散らしてるから、これもうまいですね。近い距離でちょっとねじ込みながら、そうそうそう、ボディ開いたで、上もほら上を打って、はい、でそこでずっと同じ距離、この距離でやらないんですよ。はい、すぐ下がって、ほら下がって自分の距離に持っていく。必ず自分の距離でやるこの意識を持ってますよね。自分だけ打って相手のパンチをもらわないこの距離、外す距離、かわす距離、それがもうすごい。天性の当て感、これがすごい。他の選手と違いますか？ちょっと違いますよね。お、いいカウンター。これね、もう一回相手のね引き際を、浅いですけど引き際を狙って、このシーンですね。そう相手からするとだって攻めている意識っていうわけですよね。それが気づけば打たれると。で戻すタイミングが遅いからそこで狙われる。でそこを狙える尾崎選手はうまいですよね。相手のガードの空いてるところを感覚的に狙って打ってるんですよ。へえ。空いてるなと思ってそこを打つ。ラッシュの中で。ちょっとだけサイドにずらして、ストンと最短で打つと。来ると思って来るのと、来たっていう違いってことですか？そう。今ですかっていう。
相手はもう分かんないと思いますよ、ここまでね、あれだったら。はこれも練習の賜物です。あと今までの試合経験と。はい。そうです。アマチュア経験も豊富ですし、どこ今のね、左ボディ。次は真ん中行きましたね。真ん中をね、もう空いてるから、そこを打つ。ついついガードが開いていく、上がっていく。上がっていく。ってなれば、真ん中が空いてる。もうどこを次に当てたらいいのかっていうのが、ね、わかりますよね。考えて打ってたらもう遅いですから、もう体に馴染むの頭と体で馴染んでる動きでこう倒しに行く、当てに行く。そんな感じですよね。はあ、もちろん幼い頃から血の滲むような努力をされてきて積み重ねたとは思いますけれども、天性のものだと。天性のもの。まあ努力、練習でものすごい努力してるのももちろん知ってますけども、やっぱそれもあるし、その天性の能力もありますよね。3つ目なんでしょう。やっぱ身体能力高い。このシーン、尾崎は打ち込みましたよね。打って、相手が打ってくるのを仮定して、予測して、これはね、すごいですよね。かすってないですよね。これ天性のものあります。天性のものね。この避け感がね。これはすごいですよ。自分のこの経験の感、あとは天性の感が働いていると思うんですよ、これ。普通の選手はもうここで、このスウェーバックなんかで、あんまり しないですよね。ここで、ブロックは見ます。ブロック見たり、ね、ここまで中行ったらクリンチしたり、そのまま近い距離で打ってしまったりとかするけど、これすごいですよね、この。あれはもうできる選手なかなかいないですよ、あれは。本当ダンスの一部シーンを切り取ったみたいな。そう。キューですね。やばいね、あれは。では中島さん、最後に、尾崎選手が今後世界を取るために必要なことを教えてください。絶対自分の距離を崩さず、自分のパンチを当てる。海外には自分のその尾崎選手の距離を潰しに来る強い選手いっぱいいると思うんで、いかにこの自分の距離を保ちながら、自分の強いパンチを当てるかが、そうなると、それができると楽しみですよ。世界のレベルの相手に。距離の支配者という言葉がありましたけれども、それを体現するか、あとは研ぎ続けるということですね。そうですね。自分の長所を伸ばして、かつ誰にでもできるか、ね、どの相手にでもできるか、そこがもう世界取るか、取れる、その楽しみですね、そこが。とは現状の中では中島さんの中で大きな課題というのは感じてはいらっしゃらないと。ただ世界に出た時に今のプレースタイルが通用するかどうかと。そうまだね、そこ見せてないですからね、尾崎選手はね。そこ見えませんね。見せてないから、ここまでのプロキャリアではね。現在この尾崎優雅が21歳で、本人は23歳までに世界のベルトを取ると、この2年の時間の使い方、成長具合というのも一つ注目かもしれませんね。そうですね。2年でいかにこの自分のスキルを磨くか、これ強い相手ばっかりこれから当たってくると思うんですよ。そこでいかにこの自分を磨くか、そこですよね。
非常に楽しみな尾崎優雅でございます。中島さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。また概要欄からは全試合見逃し配信も行っておりますので、もしよろしければアクセスしてご覧いただければと思います。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。